父が戦後路頭に迷った子たちを引き取っていたから、千客万来波乱万丈、食べてくれる人の表情がとはよし。表紙はドラえもんの好物のどら焼きから。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はラッキーを呼び込むこの世の不思議後編です。最近料理愛好家の平野レミさんのインタビューを読みました。出典は文春オンライン。説明欄にリンクを貼っておきます。レミさんは日本では有名ですが、海外の方のためにご紹介すると、自由奔放な振る舞いと奇想天外な料理から生きる放送事故なんて呼ばれています。面白いでしょ。例えば料理のタイトルが天才レシピバカのアホ炒め。この言葉遊びの面白さ、英語字幕をつけるのが大変そう。ちなみに私のチャンネルでは翻訳は外注。翻訳の方いつもありがとうございます。レミ .jp によると、スペイン語でバカは牛、アホはニンニク。バカみたいに簡単にできるのにアホみたいに美味しい天才的なレシピだそう。ご飯にもパスタにも乗っけて合うそうです。ご主人は2019年に亡くなられましたが、イラストレーターの和田誠さん。タバコのハイライトをデザインされた方ですが、その光沢ある青と白のデザインは日本を代表する新幹線の車体カラーを決める際にも参考にされたんです。シャープでしょ。さて、平野レミさんのインタビュー、気になった部分は、そうですね、父が戦後路頭に迷った子たちをどんどん引き取っていたから、千客万来波乱万丈、いろんな人のいろんな話が聞ける家でした。だから学校へ行くより家に帰った方が面白かったんです。小さい時からスケールの大きい話を聞いて、社会のいろんなことが分かってしまう。そういう中で過ごしていると、私は私でいいんだって思えたというのはありますね。人にどう思われようと人と比較しない個性のレミさん。ここでお話しされている家庭環境はどのようなものだったのでしょうか。関陽子さん著再会の手帳で、ご主人の和田誠さんがレミさんのお父様平野今尾さんについてお話しされていました。今尾さんはアメリカ人の父と日本人の母との間に生まれた人です。今尾さんは戦争中、アメリカ人の子供では何かと都合が悪いんで、父はフランス人って言ってたみたいだけど、今尾さんをレミと呼んでたんだって。家なき子の主人公の名前のレミ。今尾さんは自分が呼ばれていた名前を娘につけたわけなんですね。レミさんのお父様、当時はまだ珍しいハーフだったんですね。戦後レミの会というのがあり、それが平野レミさんの言う千客万来波乱万丈な家庭のきっかけだったそう。和田さん曰く、まだ今尾さんの時代は愛の子と呼ばれて随分いじめられたらしい。それで戦後、米兵と日本の女の人の間に生まれた不幸な根血児を引き取って世話をしたのがレミの会だから、お母さんは毎日大勢の子供の食事を手早く作って出さなくちゃならなかった。それを見て育ったうちのかみさんが、後に料理愛好家としての一面を持つようになったのかな。いかがですか。さすが和田さんの眼力でしょう。
家計の歴史がやっぱり人を作っているんですね。和田さんの解説を聞くと、レミさんがおっしゃる次の料理との向き合い方もまた奥深く響いてきます。安く美味しくみんなに食べてもらえるレシピを考えて、その料理を誰かが作って喜んでくれている人がいると思うとすごく嬉しい。それだけで十分なんです。そして食べてくれる人の表情がとはよし、美味しそうに食べていたらやったねって今回は映画っぽく一つの事実で締めますね。平野今尾は合計2000人ほどの混血児を救った。レミの会は1980年頃に解散した。終戦後30数年が経ち、米軍占領下で生まれた子供が22歳になったため、救いを必要としなくなったという。実話をもとにした映画のエンディングで字幕で出る後日談、あれっぽいでしょ。イスラム教徒女性数万人が BTS のコンサートを楽しんだ。今年最後の付録レビューはドラえもん×グッチ特製便箋セット。プレシャス2021年3月号の付録で、表紙は大政彩さん。大きさは大中小の3種類。表紙はドラえもんの好物のどら焼きからというのは冗談ですが、上品で優しい印象。罫線を気にせず書ける無地タイプ。大はレターとして、中は一筆線、小はギフトに添えるメモとして。愛らしいドラえもんの表情はさすがです。これはタケコプターが中に入ってる。かわいい。メッセージをお送りした方にも笑顔を運んでくれそうなレアアイテム。3回にわたってメモパッド、ノート、そして今回の便箋セットとドラえもん×グッチをご紹介してきましたが、どれも雑誌付録とは思えない豪華なスペシャルコラボでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。